ガンダム界隈には作中には登場しないものの的確にそのものの特徴を捉えたネタ用語が存在しています。特に SNS や YouTube のコメント欄ではこのネタ用語を巧みに扱い会話をする方も多々見られます。しかしジークアクスなど最近のガンダムから見始めた方からすると SNS でそういった言葉を見かけるたびに何のこっちゃと困惑している方もいるのではないでしょうか。そこで今回は覚えていて損はない作中に登場しないのに何のことか分かってしまうガンダムネタ用語8選を紹介していきたいと思います。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。おっちゃんおじき。まずおっちゃんまたはおじきです。これは初代ガンダムこと RX78 の2ガンダムを指すネットスラングとなっています。起源は画像掲示板双葉チャンネルと言われており、誕生から数十年経ってなお愛され続けている初代ガンダムへのリスペクトも込めたスラングです。基本的にはガンプラを用いて人間のような一幕を捉えたネタジオラマ写真にて使われており、鉄血のオルフェンズが放送された2015年頃から浸透していきました。ただもともとは2005年8月に発売された漫画ガンダム3一巻の中でまさにおっちゃんと化したようなガンダムが喋る様子が描かれているため、おそらくこちらが元ネタで、それをガンプラと組み合わせた作品が2015年あたりから浸透していったのではないかと思われます。現在では基本的に関西弁口調で後輩シリーズをくんやちゃん付けで呼ぶ気のいいおっちゃんという印象を受けるキャラで定着しています。特別なシステムを組み込んでいないにもかかわらず、最新のガンダムにも追随する化け物じみた力で後輩から異形の念を集める一方で、後輩が増えすぎて名前が覚えられなかったりどんどん多機能化していく後輩ガンダムの姿に世代交代の波を感じている、どこか哀愁が漂う一幕もよく見られます。ちなみにジークアクス作中で世界を超えておっちゃんがこちらに現れた際、最新ガンダムであるジークアクスと開口しますが、本機に搭載されていたエンデュミオンユニットのキャラクターボイスがアムロ役の古谷徹氏だったこともあり、とうとう坊ちゃんアムロと話せたと感動するおっちゃんの声なども見られました。スイカバー。こちらはアニメ機動戦士ゼータガンダム最終回においてゼータガンダムがラスボスであるジオへ向けてウェイブライダー形態で行った突撃攻撃を指すネットスラングとなっています。突撃によってゼータの先端部がジオの腹部を貫きコックピット内部まで食い込んだ際、食い込み部分がスイカのように赤く飛び散った黒い破片がスイカの種のように見えるということで、誰が読んだかスイカバーと揶揄されるようになりました。またスイカバーが突き刺さった際のシロッコの壮絶な顔もスラング確率に一役買っているようです。なおウェイブライダー形態時のゼータガンダムを指してスイカバーと呼び、ウェイブライダー突撃をスイカバーアタックと呼ぶケースもあります。ちなみにこのスイカバーアタックの後にカミーユが限界を迎えて精神崩壊したことから、ゲーム作品などでは威力は高いものの体力ゲージを大きく消費する諸刃の剣として実装されている場合もあります。ネット上ではスイカバーと揶揄されるだけでなく、他アニメ作品のキャラにスイカバーを突き刺すネタ画像なども作られたりと、創作界隈にも大きく影響を与えていることが伺えます。パープルトン。こちらは機動戦士ガンダム0083に登場するニナ・パープルトンを指すスラングで、主に彼女に対する別称として使われています。パープルトンの由来はニナ・パープルトンのラストネームであるパープルトンをパープルイコール紫とトンイコール豚と変換して組み合わせたものとされています。ニナがこのような別称で呼ばれる理由としては、主に彼女の作中における主人公コウに対する態度や人間よりもガンダムを優先する態度が大きな原因となっているようです。特に最終局面においてコロニーが落ちるかどうかの瀬戸際では、かつての恋人であるガトーに情が移り、現在の恋人のコウに銃口を向けましたが、戦後コウと再会した際に笑顔を見せたことが決定打となり、視聴者から凄まじいヘイトを向けられるようになりました。そのためパープルトンという別称に加え、ガンダム三大悪女にも数えられるようになり、今に至るということです。ちなみに第1話ではニナとガトーは
面識がないような描写がされていますが、0083の制作中に監督が交代しているので、2人の関係は監督が交代してから作られた設定のようです。そのため、ニナの悪評も現場のごたごたに巻き込まれたゆえの事故のようなものなのかもしれません。ちなみに、ストーリーを再構成した漫画0083リベリオンでは、さすがにアニメ版と同じにするのはまずいと判断されたのか、ニナはコウと会わず自分の道を進んでいます。GN 電池。こちらは機動戦士ガンダム00に登場するアリオスガンダムを指します。アニメセカンドシーズン13話におけるメメントモリ攻略戦において、ソレスタルビーイングが激戦を繰り広げる中、アリオス1機だけ格納庫で待機し、母艦であるトレミーをトランザムさせるエネルギー源として利用されたことから、このあだ名が付けられました。格納庫で赤く光るだけのアリオスと、トランザムとつぶやくアレルヤの哀愁漂う姿も、相まって、非常にシュールなシーンとしても有名です。ただ、アリオスのトランザムがなければ、メメントモリ攻略戦は成功しなかったため、シュールながら、非常に重要な役割を果たしているという点については疑いようはないでしょう。このシーンだけしか見ていないと、一見、アリオスガンダムが、ソレスタルビーイングの中で一番弱いように見えてしまいます。さらに、セカンドシーズンにおいて、終盤までアレルヤの活躍が少なく、味方機を水上まで連れて行くだけの任務を担ったこともあり、GN タクシーというあだ名まで存在します。実際は、最終決戦では、清々しいまでの圧倒的な戦いぶりを見せてくれる最高の機体なのですが、このように、GN 電池とか GN タクシーとか言われてしまう場面もあったからか、ガンダム00の中でも、特に評価が安定しないと言われることもあります。エレガント装甲。エレガント装甲とは、新機動戦機ガンダムウィングに登場する量産機利用の堅牢性が、登場しているパイロットによって露骨に変わることを表現したスラングです。ガンダム作品において、基本的に一般兵が登場する量産機は、いわゆるやられメカとしての役割もあるため、エース機に比べて、装甲が薄く設定されることが多く、利用も、この例に漏れません。しかし、利用にガンダムパイロットのようなネームドキャラが登場した際は、ガンダム並みの堅牢な装甲となります。そんな作中で、ミスターエレガントことトレーズが乗った際に、棒立ちで攻撃を受け続けても傷一つ負わないという描写がされていたことから、いつからか、エレガント装甲とネタにされるようになったようです。なお、このエレガント装甲には、メタ的な話だけでなく、設定まで存在します。利用には、軽量化のために、装甲の厚い部分と薄い部分が設けられているため、被弾時には、装甲の厚い部分で受けるよう意識しなければいけません。そのため、ネームドキャラのように実力あるパイロットが登場した際は、適切に防御が厚い部分で受けるよう防御姿勢を取れるため、他のパイロットが操るより堅牢に見えるとされています。と言っても、作中では明らかに防御姿勢など関係ないほどめった打ちにされたり、モブリオを一撃で破壊するビルゴのビームキャノンが直撃しても爆散しなかったりと、パイロットの腕では説明できないシーンもありますが、ガンダムウィングは突っ込みどころ満載シーンが多く存在するので、深く考えてはいけません。ペシャンコウ日曜日のたわけ。ペシャンコウとは、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場するイオククジャンの別称です。イオクは、非常に自信過剰で思慮のない人物として描かれており、彼の行動が原因で多くのキャラが死亡しています。そのため、視聴者から愛せないバカとして非常にヘイトを集めていました。そんなイオクは最終決戦で満身創痍のグシオン・リベイク・フルシティに戦いを挑んだ際、フルシティのシザーシールドでコックピットごとペシャンコに潰されて死亡。このインパクトある死に様にイオクを嫌っていた視聴者は歓喜し、その死に様をもじってイオク・ペシャンコと呼ぶようになりました。なお、イオクは監督が当初からヘイトを集めるためのタンクとして設定されていたと後に明かされたのですが、予想すら超える凄まじいヘイトを集めた結果、露骨すぎるほどのヘイトキャラとして扱われてしまった意欲を逆に同情する声も見られました。ちなみに、当時、鉄血のオルフェンズは日曜日に放送されていたため、当時流行していた漫画、月曜日のたわわに倣って、日曜日のたわけという別称も存在しており、X では、意欲に関するポストをする際のハッシュタグとして一部ユーザーに使用されていました。なお、鉄血のオルフェンズ本編は、人形者を感じさせる作風でもあることから、
日曜日のけじめとも呼ばれることもあります。焼野原宏。焼野原宏とは、ガンダム00に登場する悪役キャラ、アリアル・サーシェスに付けられたあだ名で、サーシェス役をされていた、故藤原啓治氏が、クレヨンしんちゃんで演じた野原宏になぞらえて付けられた名称とも言われています。セカンドシーズン5話で、サーシェスがアザディスタン王国を文字通り焼野原にしていたシーンがきっかけとなり、焼野原宏と呼ばれるようになりました。宏と同じキャラクターボイスながら、情に熱い宏とは真逆で、サーシェスは残虐極まりない人物ということで、強く印象に残ったという声も見られます。ただ、この呼び名の起源については諸説あり、キングダムハーツチェインオブメモリーズにて、藤原氏が演じる炎の属性を扱うキャラ、アクセルを指したのがきっかけという話もあります。そのため、この愛称は、サーシェスだけでなく、藤原啓治氏が演じる悪役や、炎と関係あるキャラクターの総称としても扱われることがあり、とある魔術の禁書目録の木原あまたや、ジョジョの奇妙な冒険戦闘潮流の絵印などを指すこともあります。名手王。こちらは、機動戦士ガンダムシードで登場する、ムルタ・アズラエルの愛称で、作中で、アズラエルが、ブルーコスモスの名手と呼ばれていたことと、アズラエルを演じた檜山信之氏が、勇者王ガオガイガーで、主人公のガイを演じていたことに由来しています。檜山氏といえば、勇者王の印象が強いということから、王と呼ばれているため、アズラエルが王の地位にあるキャラというわけではありません。ただ、アズラエルは、悪役ながらも、戦争やビジネスの本質をついた鋭い一言を放ったり、軍人ではないにもかかわらず、自ら前線に立つなど、冷酷ながら有能な人物として描かれています。また、コーディネーターに対するコンプレックスを持ち、普段はクールな皮肉屋を気取っているのに、思い通りにいかないと感情的になるなど人間臭い一面を持つことも相まって高い人気を誇ります。そんなアズラエルの人気と檜山氏のキャラクターボイスから名称と言われているようです。なお、勇者王になぞらえた〇〇王という愛称は檜山氏が演じたキャラでよく使われており、アズラエル以外では天元突破グレンラガンのビラルを公務王、イニシャル D の中里武史を板金王と呼ぶこともあります。ということで以上、ガンダムネタ用語8選でした。こうして見ると、的確に状況やキャラを表したスラングも多く、聞くだけで何のことか分かってしまう方も多いのではないでしょうか。ただ、中には別称もあり、そのキャラクターが好きな人を傷つけるようなものも含まれているため、使う場面には十分注意しましょう。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。